Hello，大家好，不要叫我小胖子，你们的胖妈妈来了よ。はい、皆さんこんにちは。先日のライブ配信ご参加いただいた方ありがとうございました。急拡大するね上海のコロナの現状について情報をねシェアさせてもらったんですけれども、今日はその内容をもとに1本動画にまとめたいと思います。いつも日本語と中国語の字幕を全部入れてね編集してるんですけれども、旬のある内容をね急ぐ内容っていうこともありますので、とりあえず日本語で撮りまして、必要があれば後で中国語字幕足すみたいな形でね YouTube の方で設定しようと思ってますので、見たい方は後日ねそちらの字幕機能も使ってみてください。今回のコロナなんですけれども、遡るとコロナ自体は2020年2年前から、中国全土でね流行り始めたっていうものではありますが、実は上海自体はコロナが爆増するっていうことを経験してない場所だったんですよね。で、特にこれまでもコロナの症例が出たっていう話があっても、大体海外からの輸入例、要は海外から渡航してきた人が陽性でしたっていう例が中心で、市中感染っていうのはもうずっと出ていなかったんですね。3月1日に市中感染がついに出たっていうところから一気に緊張感が高まって、1例出ましたが5例になって、昨日は2桁の人数でね出るだとか、そういう形で急拡大してるっていうのが現状です。KTV カラオケバーとか、あとはスーパー銭湯全部営業停止になったっていうこと、あとは、民販中っていう服がありますね。グーベイが含まれるエリア一帯でね、学校幼稚園の子どもに一斉 PCR をする。当日のうちにね学校関係全部休園になってオンラインに移行してください、幼稚園託児所もね全部止めてくださいっていう案内がもう週末に一気にね施行されることになりました。こういうふうに急に決めて急に始めるっていうのがやっぱり中国らしいね動きだったかなと思いますね。そんな緊張が高まっている上海なんですけれども、現状上海の様子をお伝えしようと思うんですけれども、交通関係だったらね長距離バスが全て運休になりました。飛行機が上海の空港には降りられないという措置になることが決定しています。これは、4月の17日この木曜日から向こう6週間の間そういう風な措置になるっていうところが出ていて、中国国内でね13カ所の候補地があるっていうところまでは今情報が来ています。ライブで受けた質問で言うと、営業時間ね、お店の営業時間はどうなってますかっていう質問を受けました。で、現状は KTV カラオケバー、あとはスーパー銭湯、あとは映画館、そういう密室空間でね感染の原因になりやすいような商業施設は全部営業停止になることになっています。で、レストランとかそういうものもまだ現状は営業が続いていますが、これは3月14日今日時点のことなので、これからもうちょっとね規制が強化されると、そういったレストラン系のものも営業停止になる可能性が高いですね。中国の場合は時短営業っていう形の措置はおそらくないと思っています。営業停止にするかそのまま続けるかっていうそのどっちかなので、それで実際に私たちが暮らしているところで大きな影響を感じるのはやっぱりスーパーの品薄かなというふうに思います。やっぱりねマンションが48時間封鎖されるとか、そういう措置になったらね買いに出るのも大変っていうところがねありますので、大体市内のスーパーが品薄になったり、一番ねはっきり違いが出たのはヘーマーですね。ネットスーパーが品薄になる、注文しても来ない、予約がいっぱいでそもそも買えない、そういったところが大きい影響としてありました。この2年前のことの経験から言うと、私はねヶ月単位のボリュームのものを備蓄するみたいなそういった対応は自分はしない予定です。通常通り商品はブフをですね補充されているっていうふうにスーパーの人も言っていたので、この土日がね買い占めのピークだったんじゃないかなというふうに思っている分ね、このままね様子を見たいと私個人的には思っているところです。封鎖はねどれぐらいの時間になるのかっていう質問もライブで出ましたね。で、この封鎖のルールっていうのは市民にはね明確に明かされてはいないんですが、周りの状況で私が予想している部分をねシェアしたいと思います。で、結局
ピラミッドで考えた時に、陽性者、濃厚接触者、濃厚接触者の接触者、ここでは二次接触者って言おうと思いますが、二次接触者でそれ以下っていうような、どの程度のランクの人がそこにいたかっていうことでも、その隔離であったり封鎖であったり、そういう時間が変わってくるっていう感じですね。で、陽性者であったらもちろん病院でね経過観察するんですけれども、陽性者がいたマンションであると14日間ね、丸2週間の封鎖になるという動きのようです。濃厚接触者がいた場所だと48時間の封鎖という対応をするところがどうも多いようですね。で、ちなみにね、私の直接の知人がホテルに連れて行かれての隔離になった人っていうのが実はいるんですけれども、その方はリスクのランクでいうと二次接触者、濃厚接触者の接触者だったんですが、濃厚接触者が乗ったタクシーの直後に乗ったのが自分だったから隔離対象になってしまったっていう例ですね。で、その時は電話がねかかってきて、今から20分後にあなたのマンションに車が行きますのでそちらに乗ってくださいっていう風に連れて行かれるという流れだったということです。もうなったらなったで仕方ないなって思う面はあるんですけれども、こういうものには私は巻き込まれたくないなっていうふうにすごく思いました。荷物の準備とかもねろくにすることができないと思いますし、隔離先のホテルでワイマイが取れるのか、もしくは家族からの、支援物資みたいなものを持っていけるのか、そういうものを受け付けているのかっていうのもホテルによって対応がまちまちだったりすると聞いています。外れのホテルでね隔離になってしまったら大変だと思いますので、気をつけたいなというふうに思ったエピソードでした。ライブで案内したことで間違いがありましたので、ここで訂正させてください。で、自分が外出している間に自分が住んでるマンションが封鎖になったらどうなるんでしょうかっていう問い合わせを受けたんですが、家の中に戻ることはちゃんとできるんだそうです。だけどそれで戻ったら封鎖時間中の48時間ないしは14日間はそこから出てこれないっていう措置になるっていうことなので、出れなくなったら困るっていう事情がある方は、例えば会社で寝泊まりしてその封鎖の期間中家には戻らなかったよ、わざと戻らなかったよっていう人も中にはいるそうなので、一応外出中の封鎖っていうのはそういう形での対応になるというふうに聞いています。中国のコロナ対策っていうのはね、もうプロトコールがきっちり決まってるし、本当に間髪入れずに急に始まるし、でもう巻き込まれたらもう仕方ない、諦めですね、割り切っていくしかないっていうところがあるんですけれども、それを踏まえてね、私はこの期間どういうふうに行動しようかなっていうところをシェアしようと思うんですけれども、まずね、私は長時間の外出はしない、なるべくマンションの敷地内で過ごすっていうふうにしようと思っています。一番自分の中で恐怖なのは、子供と離れて隔離になるだとか、離れて自分だけショッピングモールの中に閉じ込められる、そういう状況になるのが一番怖いんですね。行っても近所のスーパーに軽く買い出しに行くぐらいのエリアでとどめたいなというふうに思っています。次はね、 SNS で見てとても参考になるなと思って、私もね真似しようと思ったものがあるんですけれども、もしねお出かけしないといけないような状況になった時は、身の回りのものを少し準備してから出るようにしようと思っています。簡単な、本当に簡単なお泊まりグッズですよね。例えば、暖かくなってきましたけども、ちょっと羽織るものを持っていくだとか、あとは子どもの軽食、水、あとは何でしょうね歯磨きなのか分かりませんが、それは個人でね中身は決めることだと思うんですけれども、突然封鎖になってもね、そういうグッズがあると少し心強いかなと思いますので、そういうものを整えてから外出するっていうふうにしようと思っています。で、それからね3つ目、これが一番大事なことなんですけれども、何より情報収集はこまめにする、これに勝るものはないかなと思っています。で、大事なのはどうやって情報収集するかなんですけれども、特にねまだ日本にいらっしゃってこれから渡航してくるっていう立場の人に特にお伝えしたいと思うんですけれども、我々現地に住んでいる日本人っていうのは主に WeChat 上から最新情報を取ることが一番多いと思っています。なのでもちろん Yahoo ニュースとかね、最新情報って絶対出てきませんし、日本で使っているような、ウェブサイトで調べても最新情報に当たるっていうことは難しいと思っています。これっていうのは別にコロナに関することだけではなくって、ビザ関係の情報も含めてね、
なかなかね最新の旬な情報っていうものはねそれだけだと足りないんじゃないかなと思っています。 WeChat をバンバン活用していただいてどんどん人とつながっていって、例えば大事なのは有力な情報が流れているグルチャに自分が参加する、はい、それからオフィシャルのゴンジョンハオですね、オフィシャルのサイトが発信している最新情報をキャッチする、つながった人のモーメンツで見る、はい、そういう投稿のところで確認する、そういうものをフルに活用していただいて、例えばグルチャの中で興味深い発信をしている人がいたら直接その投稿者発言者とつながってね詳しく教えてくださいっていう形で個別に掘り下げていくだとか、そういうふうにねWeChat を活用して情報収集するっていうのが中国生活ではね肝になる部分だというふうに思っています。 WeChat ってやっぱり日本でいう LINE みたいな位置づけのアプリではあるんですけれども、やっぱり LINE の連絡先交換ってすごくハードルがね高いものだと思うんですけれども、 WeChat ってねそういうふうに使う性質があるのですごく気軽に連絡先交換するんですよね。例えば私の場合配送員が何か例えば物を壊してしまったっていう時にもう他人中の他人の配送員の人とでも私全然気にせず WeChat 交換します。でこういう感覚で上海の人中国の人って暮らしていますので、もちろん人と人とですのでねマナーを守った上でね気を使った上でのコミュニケーションになりますけれども、それで追加されてね嫌な気持ちになる人って基本的にいませんので WeChat をねフルに活用していただいて大事な情報に届くように自分で行動するっていうのも大事なポイントかなと思います。でグルチャなんですけれども、本当に上海に暮らしていると日本人のコミュニティの中でもたくさんねグルチャ存在しています。例えば有名なのは上海すくすくっていう子育てのグループチャットですね。日本領事館の方が主催している情報交換のグルチャもありますし、あとはフリマのチャット、スーパーのお得商品のチャットみたいなものでね本当にいろんなグルチャが存在しているので、もう自分が有効だと思うグルチャにどんどん積極的に入っていくっていうのが大事なポイントかと思いますので、ぜひこの機会にね WeChat マスターになってください。でこれが最後のシェアになります。発熱してしまったらの対応についてもシェアしたいと思います。コロナに限らずね風邪で発熱して病院にかかりたいみたいな状況もねこれからある可能性もありますが、今熱が出てしまったら通常の病院ではね受け入れてもらえない可能性がとても高く、基本的にはね発熱外来にかかるという形になります。日本人が多いエリアだと同人医院ですね、トンレン医院が発熱外来今オープンしてますので、大人はそちらにかかってください。で子供さんの場合だったらアルトン医院ですね、フーディンルの児童病院、こちらが発熱外来となっております。私のおすすめはね入っている海外保険のコンシェルジュに相談するっていうのが一番確実だと思っています。なので保険会社に問い合わせして熱が出た場合ねぜひどういう対応するかっていうところを相談されることをおすすめしますので、ぜひ覚えておいてください。でちなみにねお子さんが陽性になってしまったら喋れないような子供、歩けないようなちっちゃい赤ちゃんであっても陽性になってしまったら家族は同伴できないというふうに聞いています。同伴できない可能性がすごく高いので、封鎖もそうなんですけどもこれだけ流行り始めてる時期ということがありますので、何よりも予防ですね。自分がかからないように子供がかからないようにっていうところに十分気をつけてね私も生活したいと思いますので、ぜひ皆さんも健康にご注意されてこれからの期間乗り切っていきたいと思います。はい、というのが本日のシェアでございました。今日撮影しているのが3月14日の月曜日です。ここから状況がどんどん変わっていくことももちろんあると思いますし、もしかしてロックダウンということも可能性ゼロじゃないですし、あとは上海市内全員一斉 PCR になるんじゃないかみたいな噂もありますが、どれもやっぱり噂で、だけど中国ならやっても全然おかしくないなっていうのが、この2年間住んでる私の実感です。で WeChat からね情報を取るっていうところ大事ですよってお話ししたんですけれども、そう言ってもねやっぱり中国語が不慣れだとそういうものを使いづらいっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、私も最近ちょっと Twitter をね活用し始めましたので、コロナ関連の情報で重要だと思うものをピックアップして日本語つけてね投稿したいと思いますので、ぜひ私の Twitter も興味ある方フォローお願いします。今日の動画はねこれで終わりたいと思います。それでは内容がいいねと思いましたらいいねボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。